銃の最大の弱点は、一発撃つのに5秒、リロードが30秒っていう遅さ。時代錯誤すぎる。2026年の現代においても、私はまだこの銃で戦えると信じてる。正気とは思えん。その理由は、ある画期的なアイデアでこの弱点を克服したことにあります。ほーん。倍のコストを投入して解決しました。ゴリ押しで草。というわけで今回紹介するのはロマン枠代表。KTW。フリントロックピストル、エアーコッキング、火縄銃の次の世代となった、火打ち石銃をモデルアップしたエアガンだね。またマニアックな銃が出てきたわ。基本スペックはこんな感じ。こいつ12発も撃てるんや。見た目の割には、意外と実用的っていうね。どこにそれだけの弾が込めれるんや。そのポテンシャルの高さをこれから見ていこう。中身は紙と、なんか的も入ってた。よかった、今回はこの的があるからうちのターゲットは使わんで済むな。おい。また押収品袋に入って本体が登場。ほら。美しい。これはそう。いや、いいね。良すぎて語彙力死んだやん。冗談は置いといて外観を見ていこう。ほんまかよ。全体的な材質については、フレーム部分は ABS 樹脂で、アウターバレルやその他の部分については金属パーツだね。ほな構成はしっかりしてそうやな。非常にしっかりした作りだと思うね。特にきしんだり、泣くとかもない。さすが日本メーカー。随所には、造形に凝ったレリーフがあしらわれていて、豪華絢爛な作りになってるね。適当言ってんな。これらのパーツも金属でできているから、冬とかここの部分めっちゃ冷たそう。てか冷たい。銃の大尻は、人の頭をかち割るためにあるって、誰かさんも言うてたな。物騒。バレルにも凝った刻印がたくさん。そして、ここにホップ調整機能があるね。刻印に馴染むように配置されてて、芸術点高いな。グリップ部分にも、レリーフがあしらわれてて、その下には、どっかの大統領だか領主の名前が刻印されてる。誰やろな。気になる人は調べてみてね。おい、説明義務を果たせ。現代銃と違って人間工学とかそんなの考えて作られていないから全体的に流線形でデザインだけで見たら綺麗な銃だよね。デザインはな、問題は令和の現代において実用的に使えるかやな。そしてひときわ存在感のある素敵なギミックたち。めんどい空気を感じる構造や。正面から見て左がハンマー、右が当たり金と呼ばれるパーツかな。激鉄に火打ち石が取り付けられてて、それが激発時に火花を散らして当たり金下にある火薬に引火、弾丸を発射させる方式をフリントロック式っていうらしい。専門用語やめてください。鳥肌立ちます。拒絶反応を起こしてて草。今のは実銃の説明だから、この子だとどうすれば撃てるのか簡単に説明して。まず左のハンマーを引きます。そして右にあるカタカタしてる謎のパーツをセットします。はい、これで撃てます。簡単やね。素晴らしい。結構再現度も高くていいじゃん。これエアコキやんな。そうだよ。一発撃つのに2挙動必要なのマジか。ロマンだね。越に浸ってる場合か。死活問題やろ。サイトを覗くとこんな感じ。いや、サイトなくて草。仕方ないよ。18世紀頃発売の銃だよ。18世紀発売って聞くと急にチンプやな。パーカッション式の銃が出てくるまで100年くらい活躍したらしい。結構歴史ある銃なんやな。気になるお値段はこんな感じ。だけよ。この銃も例に漏れず昔買った積み銃なんだけど、どんだけあんねん積み銃。私が買った時は1万円切ってたのに、今調べたらほぼ倍になってて草。物価高の影響やろな。エアコキの、しかもハンドガンに約2万はちょっと狂気の沙汰かもね。自分やん。ほい、みんなが気になってるであろうマガジンはここだね。削状と呼ばれる部品が収められているここ。KTW 製品はこういった内部マガジンシステムが比較的多いイメージかな。形状は銃によって異なるけど、この穴の中に BB 弾突っ込むんか。削状本体にバネが組み込まれてるから BB 弾を詰めてから削状を元に戻すと完成だね。サバゲーやと常に BB ローダーかボトルを携行することになりそうやな。内部マガジンだからそこは仕方ないね。これはデメリットやな。ただでさえ一発撃つのに2挙動必要やのに、弾切れ起こしたらこの棒を外して弾込めて棒を戻して2挙動コッキングリロード含めて5挙動はやばいわ。タクティカルリロードを試してみよう。弾切れしたと想定して示弾装填までに何秒かかるか計測。用意スタート。30秒だね。接敵したら即死やん。最高にロマンだね。ロマンすぎ。ちなみにデザートイーグルでタクティカルリロードしたら5秒だった。癖銃で比較されても一応個人的な対策が2つあって、どちらもかなり手間を省けるよ。本聞かせてみーや。
まずはみんなのご家庭にも1本は必ずあるクリーニングロッドを使った方法。荷物増えるやん。はい、弾が切れました。先にハンマーと当たり金を起こします。一発装填。待て。クリーニングロッドで押し込みます。発射。バカタレがそんな雑な扱い許されるか。実銃リスペクトって言ってほしいな。黙れよ。こっちは自信あるよ。ほんまかよ。はい、撃ちました。もう一人いた。リロード間に合わない。おい。リロードに30秒かかるならリロードしなければいいじゃない。脳筋マリー・アントワネットやめれ。過去の偉人の格言の通り、たとえ一発で倒せても次の標的が現れてリロードが間に合わないなら数を増やせばいいんです。銃を増やせば理論上連射速度は無限に向上します。レイは最新銃を使えよ。でも実際フリントロックピストル2丁持ちは実用性の有無に関わらずフィールドでヒーローになれるだろうね。なるか。いいのかやろ。ちなみに今これをやろうとしたら最低でも34,400円かかるね。これはロマン。今回紹介してるのは古いロット生産品で、ちょうどこの動画が上がる2月の1週目に最新ロット生産品が発売予定っていうのを動画作ってる時に知ったんだけど、 KTW 製品は新品入手むずいモデルもあるからタイミングとしてはバッチリやん。ただ今回のロットからシルバーじゃなくてガンブルー仕上げになるみたい。じゃあこの金ギラ仕様を新品で手に入れるのは骨が折れそうやな。ヤーバガンブルーもかっけー。買おうかな。お座敷シューターが3丁も同じ銃持つとかどうかしてるで。いやこれはレビュー系 YouTuber として新旧ロットの性能差を調べるために必要。本音はガンブルーかっこいい。欲しい。重症や。高すぎだろ。エアコキにこんな値段出せるか。いや自分で言うてたやん。じゃあいつも通り重量から見ていくよ。はい。銃本体のみで 742g。エアコキにしては重いな。アウターバレルとかその他装飾が金属製の影響かな。まあマガジンが内蔵だからこれ以上重くなることはないかな。 BB 弾詰めたところで誤差やしな。私は予備マガジンを持ってるんだった。銃本体が予備マガジンとはこれいかに。それじゃあ当チャンネル恒例行事、エアコキの騒音値とか可愛いもんやろな。109デシベル。109デシベルは日常生活においては非常にうるさく長時間聞くと危険なレベルの音量です。具体的にはライブコンサートあるいは大音量のステレオに相当します。日常生活においては耳を塞ぎたくなる不快に感じるレベルの騒音です。こう聞くと意外とうるさい部類にカテゴリされて草。実際に聞いてる感じはそこまでなんだけどね。まあこの銃は連射とか無理やし発射の瞬間だけならそんな耳キーンならんやろ。もう一丁の騒音値も見てみよう。個体差あるんか気になるところやな。87.8 デシベル。えらい差が出たな。結論、騒音値はまあまあ。まあまあて。じゃあ初速いくよ。どんなもんやろな。ここで夢見すぎると悲しくなるからあんま期待はせんけど。お分かりいただけただろうか。2発目のコッキングの後、撃つよりも先に弾ポロしてしまっている。これはここに溜まる BB 弾の怨念の仕業だろうか。こは KTW 製品は合成はしっかりしてるんだけど、この手の特殊武器が割と中身が貧弱なイメージがあるんだよね。他のエアガンと違ってある程度は丁寧に扱ってやらんとすぐ壊れる感じか。現にこの個体は2発目以降一生弾ポロしたからね。まさかここでさっき紹介した先込め式リロードが役立つとか誰が予想できんねん。はいグラフ。1丁目の平均初速は 58.44 メートル毎秒。さっきも言ったけどこの個体ちょっと弾の固定が安定しなかったからほぼ参考にしなくていいかな。しゃあない。ジュールに換算すると 0.34 ジュール。最大飛距離は36メートル。有効射程はホップ強めで34メートルだね。まあ調子悪い個体でも扱い方次第では戦えるか。この銃は調子が悪いというより多分壊れてる。草。まあこんなアクシデントも2丁あれば回避できるんだよね。お前リスクヘッジうま。2丁目は平均 60.81 メートル毎秒。ジュールに換算して 0.37 ジュール。最大飛距離はホップ強めで45メートル。有効射程は30メートルだね。2つ目の個体はちゃんと撃てる銃だったからこっちは参考にしてもらって構わないかな。18世紀の品質管理かな。お前の管理が悪い。集団性はどんなものかな。サイトがないから大変そうやな。サイトがないならサイトをつければいいじゃない。出たな脳筋マリー・アントワネット。300年前の技術者に21世紀の技術力を見せつけてやろう。趣がないな。邪魔だから外して検証します。まあテープで固定した程度じゃ精度もクソもないしな。本日の条件はこちら。まあ距離も距離だから銃口の向きだけでなんとかなるでしょ。はいこんな感じ。お前サイトない方がよく当たるんちゃう。ぶっちゃけめちゃ狙いやすかった。得意体質。近距離なら十分遊べると思うけど個体差も考慮して同じ命中精度を期待するとちょっと読みづらい場面があるかもね。つまり当て感覚を銃に任せるんやなくてこっちが合わせるタイプやな。そうそう。ロマン銃は歩み寄りが必要だね。ちなみにコツはこんな感じでバレルをサイトと見立てて狙いたいところにバレルをかぶせるんじゃなくて狙いたいところの少し下にバレルを置くと弾が狙ったとこに飛んでいくよ。注意。
こいつは特殊な訓練を受けてます。あまり鵜呑みにしないように。てかこれ2丁運用するとして、どうやって保管すんねん。自作で2丁刺せるホルスターを作るか、ベルトに直刺しって感じじゃない？運用にそもそも難あり。はい、これらの検証を踏まえたチャートを今回も用意しました。前回より内容がひでえ。ちょっと内部パーツが壊れやすいのが難点なのと、速射ができないデメリットがあるけど、所有欲と話題性はバッチリな銃って感じだね。サバゲーで銃に気を使わないかんのはマイナスやな。意図的でなくても雑に扱う場面はあるからな。中古だとより不安が増すかもだけど、一応今も新品は売られているから、気になった人は新品で手に入れられるうちに、確保だけでもしといて損はないかも。なんなら新ロット生産品も今月出てるらしいし。結論、こいつは嗜好品。酒タバコと一緒。ひでえ言われようやこいつが何したっちゅうねん。高すぎ。支援やん。この銃に完璧を求めるな。不便を楽しもう。あくまでもロマン好きってことやね。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。